技術を持っているときっと何かの役に立つのかなと、それがとても心強く自分にとってもためになる、授業だったなと思います。心臓マッサージをする時の弾力が本物にとても近いです。かなりリアルに知っていただける内容になっていたんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。この動画では犬猫心肺蘇生法を8回にわたり解説していきます。すべてご視聴いただくことで動物病院到着までにするべき心肺蘇生法の基礎を身につけることができます。現在ネットなどには科学的根拠のない心肺蘇生法が蔓延し、中には犬猫に悪影響を与えかねないものもあり、私たちは危機感を感じております。人間の心肺蘇生法は科学的根拠に基づいたガイドラインと標準化されたトレーニングが導入されています。犬猫の心肺蘇生法にも科学的根拠に基づいたガイドラインはありますが、標準化されたトレーニングの導入には至っておりません。科学的根拠のあるガイドライン、それはリカバーです。米国獣医救急集中治療学会と獣医救急集中治療専門医協会によって公式に認定されている唯一の心肺蘇生プログラムです。日本ではリカバーの窓口である日本獣医救急集中治療学会が獣医や動物看護師向けに普及活動をしています。最近では動物看護師のテキストにもリカバーが掲載されるなど、獣医療の世界では本格的な広がりを見せています。皆さん、リカバーを学びましょう。動物病院に到着するまでの心肺蘇生が大事なのです。当学会はリカバーと連絡を密にしてペット BLS 検定を展開しております。ペット BLS 検定はリカバーの中から動物病院に到着するまでにやるべき心肺蘇生法を抽出し、教育プログラム化したものです。これまでは検定にお申し込みいただいた方だけに動画を提供してきましたが、科学的根拠のない心肺蘇生法が蔓延していることに危機感を覚え、 YouTube で公開することにしました。しかし動画の視聴だけでは学習の定着は高いとは言えず、緊急事態に対応するためにはデモンストレーションや体験を繰り返すことが必要です。そこで費用はかかりますが、この心肺蘇生トレーニング機材をご購入いただき、トレーニングしていただくことをお勧めします。ふわふわの鑑賞用ぬいぐるみでのトレーニングは誤った感触が身につくのでお勧めできません。ここで常に検定を取得された方、検定を教育に取り入れている専門家の方からコメントをいただいております。静岡でドッグトレーナーやってる青山と言います。今回、BLS 検定受けさせていただきました。で普段ですね、動物病院で看護師業務もしているんですけれども、心肺蘇生に関わることもありまして、で、実際、動物病院で心肺蘇生をやるときに思うのが、かなり、肉体的に大変なところもあります。やっぱり途切れさせることができない動きになってくるので、その中でやっぱり普通のぬいぐるみであったりとか、タオルを丸めて練習とかっていう風になると、実際よりも全然弾力感というか硬さが違うので大して疲れないんですけれども、今回専用機材をですね用意してくださって、それで練習することでどれだけ力が必要であるですとか、どれだけの長い時間やらなければいけないっていうところをかなりリアルに知っていただける内容になっていたんじゃないかなと思いますので、やっぱりこういったようなものを使ってできる、協会というのは他にはないとは思いますので、ぜひやってみてください。山崎動物看護専門職短期大学教員で獣医師の高柳です。本学では外科実習の中でこちらの機材を使わせていただき、救命救急の心肺蘇生の練習をさせていただいております。触り心地もよく、とても可愛らしい、一見すると普通のぬいぐるみなんですが、心臓マッサージをする時の弾力が本物にとても近いです。
特に心臓マッサージをした時の押して戻ってくる感覚が本物に近くて、その感覚を覚えるのにとてもいいと思います。学生にもすごく人気があります。こんにちは。ペット BLS 検定を受講しました川上舞子です。この度 YouTube で、その方法を公開してくださるということで、私は実際にこのお人形を使って授業を受けたんですが、思いのほか大変でした。全然見当がつかなくて、最初はどんな感じで心臓マッサージするのかなっていうことと、ペットっていう小さい、生き物相手に力の加減とかそういうものを実際に先生と一緒に受講することによって、このペットのこのお人形さんが特別に作られているものなので、このペットのこの感覚でやらせてもらうことがとても勉強になりました。同じリズムで、ずっとやるんですが筋肉痛になります。でまだねそういう機会に、実際に自分が、向き合ってはないんですが、これからもし自分の、大事な愛病さんが、苦しい時に病院に行くタクシーの中とか、そういう時にこの、技術を持っているときっと何かの役に立つのかなと、それがとても心強く自分にとってもためになる、授業だったなと思います。ぜひたくさんの方に、この BLS 検定を受けていただいて、たくさんの命が救われることを願っています。それでは皆さん、ペット BLS 検定を取得しましょう。心臓マッサージトレーニング機器のご購入、検定の取得方法は概要欄をご覧ください。さらに2024年リカバーガイドラインが更新されます。動画も随時更新していきますので、最新の情報を得たい方はチャンネル登録お願いします。また、検定取得希望者が15名以上いらっしゃる場合、講師が全国どこでも無料で対面講座を開催しますのでご検討ください。このチャンネルがあなたの大切なペットの命を守るきっかけになれば幸いです。それではペット BLS 検定スタートです。